一人鍋なんだけど、めちゃくちゃ頼む。みんなで食べる一人鍋。面白いね。私のは鶏ベースのスープ。美味しそう。うわー、ロブスターみたいなの来たよ。すげえ。急に南国感出てきましたね。すげえ。タワマンだらけ。早上好、ミロックです。さあ、今日もワンタン探しに行きますか。電動バイク多いみたいだけど、無音で走ってるから結構怖いね。なんか揚げワンタンっていうのもあんの？あとなんかこれスープなしのワンタンもある。いろいろあるじゃん。ここ行こう。うわ、やってなかった。まだあんまりお店開いてないのかな。もうちょっと探してみよう。お、なんかここの鴨肉のお蕎麦かな。美味しそう。これにしようかな。ワンタンもありました。すごい通じなかったけど、なんか他のお客さんが助けてくれました。ありがとう。来ました。朝ごはんで、これ鴨肉の麺と、これがワンタン、エビワンタンかな。よし、いただきます。エビワンタンって初めてだったかもね。おいしそう。あれ、これ写真だとエビっぽかったけど、エビじゃないかも。エビかと思ったけど、なんか練り物かな。でもまあ美味しいです。麺の方はね、鴨肉かなと、白滝みたいなあっさり麺。朝にいいね。白滝麺はヘルシーな感じしていいよね。味はちょっと薄めかな。まあ朝だからね。こういうのでいいでしょう。こっちのワンタンスープ優しいけど、そんな薄い感じはしないです。美味しい。ごちそうさまでした。スモールサイズって言ったらで結構量ありましたね。こんな感じの路地入ったところのこちらのお店です。読み方わからん。シアメンの街は急になんか都会になった雰囲気ですね。めちゃくちゃ人がいます。あとこれタワマンすごいよ。なんかさっきからずっとこのパン屋さん並んでるんだよね。超人気店じゃん。うわー、なんかこのケーキめっちゃ美味しそうじゃない。店の名前は分かりません。甘そうなパン8元でゲット。これカフェに持ってって食べてもいいのかな。ちょっと聞いてみよう。後で友達と待ち合わせてカフェ行くと思うんで、もうこの場で食べちゃおうかな。めっちゃ甘い香りして美味しそう。いただきます。ふわふわ。まあ美味しいけど普通のシフォンケーキですね。ほんのりチーズの香りがします。さっきまで都会的な感じだったのに急にオールドマーケットですね。ちょっとこの辺お散歩してみよう。お友達夫婦に連れてってきてもらいました。さあ行きましょう。うわー、なんだこれ。エビそのものだ。これがね、エイトマーケットだって。うわ、ここ面白そう。早速行きましょう。うわ、すげえ。ここはなんか食べ歩きのマーケットですね。なんかあるかな。これこの前食べたね。なんか緑の酸っぱいやつ。めっちゃでかいカニがいっぱいいる。やっぱこのシアメンは海鮮の味なんだね。海鮮がすごいいっぱい売ってる。めちゃくちゃでっかいお魚の干物か。すげえ。うわー、見たい。它是柴叔红笋冻、红笋汤、白灼章鱼，非常好吃。自有汤、银牌石花、现榨果汁、金西瓜汁、芒果汁、百香果汁。なんだこれ。五香。五香的英文怎么说？スパイシーロールだって。なんかポークの豚肉焼いたやつ。いただきます。めっちゃ美味しいこれ。これ試食できるのかな。これもらう。いただきます。なんかぐにゃっとしてる。でも美味しいな。
海鮮からフルーツまでいろいろありますね。すげえ。若干生臭いな。何これ？エイも食べんの？是的，人家说我们厦门东西不好吃。那好吃要到催熟剂的，我们不弄的。なんかフルーツ買いましょうか。咸水菠萝油的。これなんだろう？このフルーツ気になる。これも頼みましょう。なんかこの青リンゴみたいなやつちょっと硬いみたい。なんかほんと青リンゴみたいな感じですね。美味しい。スターフルーツ。星型が可愛いね。めちゃくちゃみずみずしくて美味しいです。何これ？黒のもじゃもじゃたわし？わあ、このオールドマーケット感いいね。なんだこれ？ピーナッツスープだって。マジのピーナッツです。めっちゃ甘いんだけど、お汁粉みたい。うわー、めっちゃ鳥いる。中にめっちゃ鳥いる。逃げないのかな。あ、カメもいる。これカメ食べられちゃうのかな。お魚。わあ、なんかこれくちばし長いやついる。かわいい。この上はバス専用の道路になってるんですよね。電車みたいな感じです。1元ですって。めっちゃ安い。中国は公共交通機関が非常に安くてありがたいですね。雨が降りそうなんで車で移動します。ありがとう。なんかおしゃれなカフェの通りに来ました。ヘイローだって。めっちゃ美味しそうじゃない？何これ？お肉。この辺はおしゃれなカフェがたくさんあります。なんて書いてあるかわからないけど、ここは人気スポットですっていう風に書いてある気がします。なんだこれ？めっちゃ可愛いお店がありますね。ファンシーな小物がいっぱいあります。まあ可愛いかっていうとちょっと微妙な気もする。なんかこの街は猫が多いみたいですね。お魚狙ってる猫ちゃん。お友達がやってるカフェに連れてってくれるみたいです。いやめちゃくちゃおしゃれなカフェっぽいよ。うわめっちゃおしゃれじゃない。これ来ます。めっちゃおしゃれじゃん。これがカフェですって。みんな写真めっちゃ撮ってるね。有名なスポットなのかな。いやそりゃ映えるよね。もともと何かの建物だったのを改装してんのかな。すげえ。めっちゃおしゃれなグラスでいただきます。ケニアのコーヒー。苦味が効いて美味しい。の中特別に入れてもらったんですけど、めっちゃかっこいい。これね100年前の洋館らしいよ。すっげえ。今日も結婚式の写真撮ってる人いましたね。人気の撮影スポット。いろんなコンセプトの写真スタジオみたいになってるのかな。ここのオーナーさんはプロのフォトグラファーみたいですね。だからこんな洋館でコーヒーショップやってるんですね。はい、突然のスコール。やばい。面白いね。これ好きなやつ取ってお皿の色によって値段が決まってるんだって。いろんな海鮮とかお肉とかホルモンいろいろあるな。何にしよう。一人鍋なんだけどめちゃくちゃ頼む。おお、ここで自分の好きなソースを作るのか。面白そう。いろいろある。みんなで食べる一人鍋。面白いね。私のは鶏ベースのスープ。美味しそう。この鶏のスープ当たりです。さっき作ったソースをつけていただきます。ちょっと辛くしすぎた。こんなでっかいロブスター美味しそう。中身剥いたのがこれ。身がプリプリで美味しいです。早上好、ミロックです。天気予報は雨でしたがギリギリ持ちこたえてますね。ただちょっと寒いです。今気温16度。朝早くから近くの島に行きます。こちらのお店でパンを買います。昨日もケーキみたいなの買いましたけどね、この食パンがすごい人気っぽくて皆さん買ってるんで、これ試してみましょう。丸ごとしか売ってないから1本買いました。これ食べながらフェリーに乗ります。
うん。結構甘いな。美味しいです。さあ、そろそろ出港です。ワシエ80号みたいなル・ジャング80歳に乗ります。もうすぐグランユーという島に到着です。あんまり島っぽくないですね。いやー、まだギリギリ雨降ってないけど天気悪いね。さあ、島に上陸しましたよ。あんまり考えてないけどちょっと適当にお散歩しましょう。この島はバンコク建築っていう独特の街並みが特徴だって聞いたんですけど、どの辺だろうね。この街にはこんな感じのコロニアル建築が結構あるみたいなんですよね。かっこいいね。昨日のカフェもそうだったけど、こういうちょっとヨーロッパ調の洋館みたいな。いいですね。ちょっと読み方はわかりません。ワンジューなんとか。岩の上に岩があるのかな。違う、岩の上に家があるのかな。階段登ってきました。フォーマースタッフコテージ。なんか入れるみたい。ちょっと行ってみようか。まあ、昨日見たあのカフェの方がすごいよね。昨日めちゃくちゃ素敵な洋館のカフェ行っちゃったから、そこまでの感動はなかったな。ちょっと次の建物行こう。さあ、ここがこの島のメインかな。なんかオルガン堂みたいなやつがあるらしいです。バグワビルディングっていうのかな。八景堂？八景楼行ってみるか。めちゃくちゃたまたまなんですけど、今日から4日間くらいだけイベントやってるらしいんですよね。演奏会かな。うわあ、いい感じの建物です。中入れるか見てみましょう。入り口反対側だったみたいです。入れました。おー、すごい。ここにはね、大きなパイプオルガンがあって、コンサートホールみたいなんですよね。今人そんなにいないから、コンサートはやってなさそうですけど、中入れそうだったら入ってみましょう。30元でチケット購入しました。なんか、間もなく演奏会始まるっぽいんで急ぎましょう。うわ、もう始まっちゃってる。入りましょう。わあ。去楼上看好なんだこれ。自動演奏か。中はな、オルガンの博物館になってるのかな。ちょっと人が多すぎてちょっと分かりません。上から覗ける場所来たけど、もう演奏終わっちゃった。一瞬だったな。あれ、入場料払ってこれだけで終わりですかね。他なんかないかな。オルガン堂のバルコニーからの眺め結構いいです。天気が良ければな。なんか可愛らしいけど、これってシーサーじゃないんですかね。中国にもシーサーみたいのいるのかな。この島は坂道と古い建築物が有名みたいです。でもまあこれは見た感じただの坂だね。お、龍山洞？洞窟か？行ってみよう。島全体はこんな感じで、それほど大きくはないみたいですね。赤い屋根のコロニアル建築がすごいたくさんありますね。この島にある素敵な建築物が、ここに写真が飾られてるんですかね。この洞窟結構長いな。こんな感じで今と昔の風景を並べてますね。あんまり変わってなさそうだな。でもこうやって見ると高層ビルなんかが一気に建ちましたね。これは63年前。ついにトンネルを抜けたが、なんだここは。あんまりグランユーの魅力を撮影することができてなかったんですけど、ちょっとホテルのチェックアウトの時間あるんで戻ります。向こう岸に街が見えるくらいすぐ近くです。だいたいフェリーで20分くらいでしたね。あっという間に街に戻ってきました。こ
この後ホテルチェックアウトしてご飯食べたらしばらく休憩して空港に向かいます。ワンタン食べようかな。これ水餃子かな。お昼に地元の方ですかね。大にぎわいです。期待できますね。さあ今日のワンタン来ました。これもしかしたらワンタンじゃないかもな。まあでも美味しそう。いただきます。あとなんかね6元で盤麺っていうのかな、ちょっとわかんないけど麺料理あったんでこれも頼みました。いただきます。いただきます。いただきます。やっぱこれワンタンじゃなくて昨日食べた魚の練り物みたいなやつが入ってるやつだわ。あとスープがなんかお湯。朝ごはんにはぴったりだけど昼だとちょっと満足度に欠けるかも。この盤面ってやつは混ぜそばみたいな感じなのかな。いただきます。ピーナッツかな。これはちょっと微妙だな。ごちそうさまでした。ちょっと火力不足な感じはするね。なんか他にも食べるもんあれば食べようかな。少し散歩してあとカフェに寄りましょう。うわー、このパン屋さんまためちゃくちゃ混んでる。朝はそんなになかったんで朝一が狙い目ですね。今日の夜昆明を経由して、ミャンマーのヤンゴンに行きます。ここまでご覧くださった皆様、中国に対するイメージってどうでしたでしょうか。よく言われるのが、声が大きいとか、列に並ばないとか、結構そういうネガティブなイメージあったかなと思うんですけど、正直その2点は本当だと思います。声も大きいし、列に並ばないっていうこともたまにあるんですけど、全ての人ではないです。ほとんどの人が普通に列に並んでますし、たまに列に抜かす人がいるかなっていう程度ですね。それ以上に感じたのは皆さん本当に優しくて、いつでも困ったら最後まで助けてくれるっていうところにすごく感動しましたね。英語が通じない場所もたくさんあったんですけど、私が中国語わかんないと知ると自分のスマホで翻訳しながら私にコミュニケーションを取ろうとしてくれてて非常に助かりました。もういろんなところでいろんな人に助けてもらってここまで無事に旅することができました。本当にありがとうございます。シェシェ。声が大きかったり列を抜かすっていう人は本当の一部の人で、大体の人がちゃんと並んでますし、大体の人が普通に静かに過ごしてるかなと思います。声が大きい人はちょっと多いかもしれない。ホテルの廊下とか、あとはやっぱり動画見ていただいた方は分かるかもしれませんけど、ワンタンが美味しいんですよ。絶対中国に来たらワンタン食べてほしいです。スープがめちゃくちゃ美味しいんで、お店ごとのスープの違いっていうのを、ワンタンの違いも含めてぜひ楽しんでみてください。この後晩ご飯食べてから昆明空港に向かいます。今度こそワンタンありそう。気をつぐ頼むぞ。気をつぐ。今日ワンタン終わっちゃったんですって。他のワンタン探しましょう。そろそろ時間なくなっちゃう。これにしましょう。牛重牛熟なんとか一口入魂。これ見て、この牛肉めっちゃ美味しそうですね。期待しましょう。うわー、これ当たりの予感。なんか美味しそうなスープもついてます。こっちスープついてるのになんでスープついてんだろう。いいや、いただきます。いただきます。このお漬物はね無料なんだよ。いいね。いい感じのスープです。麺もいただきます。美味しい。ちょっとパクチーが入ってるかも。さっきのスープがおまけについてるんじゃなくて、先に選択してキャンセルしたつもりのスープがオーダー入っちゃってたみたいです。いっか。ごちそうさまでした。いや、美味しかったですね。スープ2つだったから結構お腹が苦しくなっちゃった。よし、じゃあ空港向かいます。
国内線だからと甘く見てたらもう今1時間前です。やばい、間に合うかな急ぎましょう。チェックインカウンターの職員の方の華麗な手さばきによって一瞬で終わったんで間に合いました。ありがたい。一緒、ここからクンミンまで3時間のフライトです。クンミン、昆明の空港到着しました。この空港もかなり大きいです。今日はこのまますぐ近くのホテルに行って明日の午前中ミャンマーに向かいます。それではまた明日。ミンティエンジェン。空港近くのホテルだったんで撮ったんですけど、めっちゃ高級ホテルみたいな外観ですね。今日のお部屋はスーペリアクイーンルーム。いや、ベッド広いです。いいね。で、なんか簡易ベッドみたいなのがもう一機あって、今は夜でよく見えませんが、8階なんで眺めは結構良さそうです。あと特徴的なデスクと冷蔵庫もありますね。出た出た。中国のホテルって必ずお水ついてるのかな。ありがたいね。お手洗いと洗面も広くて清潔です。お、シャワーブース独立だ。これで気兼ねなくシャワー飛ばせます。明日の飛行機に備えてゆっくり休みましょう。はい、中国出発前にここまでの旅の費用、ざっと計算してみましょう。今回の中国旅はここまでで11日間です。途中で友達と再会した日があって、その日は歓迎会ということでご飯代とか全部出していただいたんで、何も費用かかってなくて、その日は1日分は差し引いて全10日間で考えます。私の場合はこの後ミャンマーに行きますので、帰りの航空券分は含まないものとします。はい。では、中国、約10日間の費用の詳細です。まず、行きのフライトは日本から中国、チェンドゥ、成都までですけれども、33,650円ですね。で、帰りも日本にこのまま行くとしたら、大体同じくらいと考えていただければいいかなと思います。食事代は10日間で25,379円です。中国は街の食堂みたいなところに行くと本当に安いんですよね。15元とか20元あれば1食食べれますんで、300円、400円くらいで食べれるかなと思います。で、たまに間違ってというか高級料理店みたいなところ入っちゃうと2000円とかかかりますけど、10日間で25,379円ですかね。ホテル代もめちゃくちゃ安くて、10日間、9泊で22,219円なんですよね。動画の中でいくつか紹介してるかなと思いますけど、そんなに汚いホテルとかクオリティの低いホテルみたいなのあんまりなくて、どのホテルもアメニティ充実してますし、たまに水はけが悪いホテルもありますけど、当たり外れは常にありますんで、あとお水が必ずついてたり、結構充実してて、2,000円から3,000円弱くらいで十分泊まれるかなと思います。もう少し出すともっと高級ホテルみたいなのにも泊まれるんじゃないかなと思いますね。4、5,000円くらいかな。一番コストがかかってるのが飛行機以外の交通費ですね。55,169円です。これは主に高速鉄道ですね。5つの都市今回来ましたよね。チェンドゥ行って、ジウジャイゴ行って、チョンチン行って、ジャンジャージへ行って、シアメン。そこの国内の移動は飛行機ではなくて高速鉄道を使ってますんで、最後の方はもう鉄道ファーストクラスで9時間とか乗ってましたんで、あれだけでもう25,000円くらい。あとアクティビティ的なものが21,122円ですね。ジュージャイゴーバレー、九寨溝の入場料だとか、昨日行ったコロンス島の音楽堂の入場料とか、そういった観光費、そういった観光の入場料を含みます。ここまででフライト、食事、宿泊、あとフライト以外の交通費、あとアクティビティ、遊ぶお金ですね。
全てを含めまして16万6309円ですね。で、ここから、日本に帰る、帰国の便の飛行機を取る必要がありますんで、大体20万円くらいですかね。ホテル代と食事代が結構安く済みますので、もっと長い期間住めば住むほど1日あたりのコストっていうのは抑えられていくかなっていう感じですね。昨日も軽くお話ししましたけど、中国の方の国民性というか、迷惑はかけるけど迷惑かけられても気にしないみたいな全力ブレーコースタイルのところが結構我々としても馴染んでいけば気楽に過ごすことができて、ありっちゃありかなとは思います。列を抜かすのはやめてほしいです。ではこの後ミャンマーに渡ります。ミャンマーではどんな出会いが待ってるんでしょうか。楽しみですね。いや、空港大きいね。中国の荷物検査はなかなかに厳しいです。しっかりスマートフォンとかラップトップ、あとは傘なんかも外に出してチェックを受けなければなりません。あと忘れてはいけないのが、国際線はそんなにうるさくないんですけど、国内線の場合、モバイルバッテリーは中国の規格 CCC マークがついてないと没収されてしまいます。私も行きにモバイルバッテリー没収されてしまったんで、途中中国のお店で買う羽目になってしまいましたんで、中国国内線を乗る場合は気をつけてください。ただ CCC マークってほとんど中国国内でしか売ってないみたいなんで、事前に準備することは難しいと思います。なんでもう持たずに行って国内で買うっていう感じがいいかなと思います。中国国内でモバイルバッテリー買うのは結構安いんで、そんなに難しくないとは思います。うわ、外の熱気、東南アジア来た感じしますね。うわ、めっちゃいい感じじゃん。もうどうなってるかわけわからない電線群。廃墟の隣には建築中の高層ビル。ダメだ、外暑すぎて全然歩いてらんないですね。わあ、めちゃくちゃいい感じの吹き抜け。